こんにちは、まるこです。今日勉強するのは第1段階の項目9、安全確認と合図、軽音機の使用。この項目について勉強していきたいと思います。道路はあなた一人が運転しているわけではないので、安全に運転するためには安全確認と方向指示器などによる合図を正確に行う必要があります。また、この安全確認と合図は技能検定でもかなり多くの教習生が減点を取られる材目でもあります。僕も検定で減点を取るときはこの2つが多いですね。それが原因になって減点超過で検定を落ちる人も結構いますよ。しかしこの動画を見れば技能検定でも減点されない運転をここだけの話ですけどお教えします。そしてもちろん学科の要点も教えていくので学科試験でも点数が取れるようになります。そして正しい運転が学べるので免許を取った後でも事故を起こさない運転ができるようになります。あら、いいこと尽くしというわけなので最後までご覧ください。では今回の動画の主な内容としては、安全確認の手順、合図の時期と方法、軽音機の使用、この3本となります。動画の最後には学科試験でよく間違える要注意な問題をピックアップして解説しますので最後まで見ていってください。それでは早速いきましょう。まずは安全確認の手順について解説していくんですが、その前に突然ですがここで皆さんに問題です。運転中に周囲を見ることはよそ見になるので、前方一点だけを見つめて運転した方が良い。共感、そんなの簡単でしょ。運転中のよそ見はダメだからこの答えは丸だね。と思った方、正解は×です。残念。もちろん前方に注意して運転はしますが、前方一点だけ見て運転するのは危険です。他の交通状況を把握するためにも周囲への目配りは安全運転にはとても重要です。運転中はバックミラーなども利用して周囲の状況を把握するようにしましょう。また進路変更などの操作をするときは特に気をつけて次の手順で念入りに安全確認をします。1、バックミラーによる安全確認。まず最初はバックミラーで後方の確認をします。2、合図。そして行きたい方向の方向指示器を入れます。3、再確認。次にバックミラーの四角部分を目視などで再確認します。4、ハンドル操作。最後にハンドルを操作して進路変更完了です。この手順で進路変更ができなければ技能検定でも減点対象となります。最初にバックミラーで安全を確認して、合図をして再確認してハンドル操作です。この手順は絶対に覚えましょう。では次に合図についてです。進路変更や右左折をするときは事前に方向指示器などによる合図をして、これらの行為が終わるまで合図を継続しなければなりません。ここで注意してほしいのが、方向指示器で合図をした後、走行中の微妙なハンドル操作で合図が戻ってしまう場合があります。そのまま進路変更や右左折をしてしまうと、合図不履行という違反となるので、もし途中で合図が戻ってしまったときは、また合図を必ず入れ直して、ハンドル操作が終わるまでは合図を継続させてください。では次に合図の時期と方法です。合図を入れる時期と方法は道路交通法で明確に規定されています。この規定に従って合図を行わないと交通違反となってしまいます。また行う運転操作によって合図の時期や方法は異なりますので注意が必要です。そしてここの部分は学科試験にも必ずと言っていいほど出てきます。少し複雑ですが分かりやすく解説しますのでどうかついてきてください。ではまず右左折をするときの合図時期です。右左折は右左折をする30メートル手前の地点で合図を行います。右左折の合図時期は30メートル手前ですね。次に同一方向に進行しながら進路を変えるときの合図時期です。同一方向に進行しながら進路を変えるときというのは、車線変更や前方の障害物を避けるときなどの操作を言います。この場合は進路を変えようとする約3秒前に合図をします。右左折は30メートル手前。進行しながら進路を変えるときは3秒前と覚えておきましょう。また、その時の合図の方法ですが、普段はウインカーで進行方向へ合図を入れますが、運転中に運悪くウインカーの電球が切れてランプがつかなくなった場合や、夕日の反射などでウインカーが見えにくい場合は、手による合図、手合図を行うようにします。そして左の手合図はこのようになります。四輪車の運転席は右側にありますから、右腕を出して垂直に上に曲げます。二輪車の場合は右手はアクセル操作のため手が離せないので、左手でこのように手合図を行います。四輪車と二輪車とでは手合図の方法が異なりますが、覚え方としては行きたい方向に腕を向けると覚えたらいいと思います。右の手合図はこのようになります。
左と同じく行きたい方向に腕を向けると覚えましょう。試験中に思い出してくださいね。次は徐行か停止をするときの合図です。徐行か停止をしようとブレーキを使うと、車のブレーキ灯がつきます。普段はこのブレーキ灯が徐行停止の合図になります。ブレーキを使えばブレーキ灯は自動でつくので、徐行停止の合図の時期は徐行か停止をしようとするときになります。手合図の場合はこのようになります。4輪2輪同じく腕を斜め下に伸ばします。速度を落とすと覚えましょう。次は交代するときの合図です。交代しようとチェンジレバーを R に入れると交代灯がつきます。普段はこの交代灯が交代の合図になります。チェンジレバーが R に入れば交代灯は自動でつくので、徐行停止と同じく合図の時期は交代しようとするときになります。手合図の場合はこのようになります。交代の手合図は腕を前後に動かします。二輪車には交代がないので、交代の手合図は四輪車のみとなります。以上の合図の時期と方法は確実に学科試験に出ます。はい、もう確実と言っていいでしょう。絶対に覚えておいてくださいね。次は軽音機の使用についてです。軽音機は使い方を誤ると他人に迷惑をかけてしまいます。軽音機って思ってる以上にうるさいです。では、どういう時に軽音機を使うかというと、まずこの警笛鳴らせの標識がある時です。この標識は山間部のカーブなど危険な場所に設置されているんですが、この標識がある場所を通るときは軽音機を鳴らさなければなりません。時間帯問わず必ず鳴らしてください。また、警笛鳴らせの標識に補助標識がくっついている場合があります。この場合は警笛区間の標識となります。この警笛区間の標識がある区間内では、見通しの利かない交差点、見通しの利かない曲がり角、見通しの利かない上り坂の頂上を通るときは、軽音機を鳴らさなければなりません。ここで注意してほしいのが、軽音機を鳴らすのは区間内の見通しの利かない交差点などの場所です。ただの交差点や曲がり角などでは、軽音機を鳴らしてはいけませんので気をつけましょう。今言った標識がある場所以外でも、危険を避けるためやむを得ない場合は軽音機を鳴らすことができます。対向車と正面衝突の恐れがあるときや、霧で前方が見えない状況で他の車が接近してきている場合などですね。ここでやってはいけないのが、軽音機を早く行けという意味で前の車に使ったり、挨拶のために使ったりする例ですね。むやみに軽音機を使用すると交通違反で捕まったり、トラブルに発展する可能性があるので十分注意してください。では、今回の動画のまとめです。1、運転中は前方だけでなく周囲の状況にも注意する。2、進路変更などをするときの安全確認の手順は、バックミラーによる安全確認、合図、再確認、ハンドル操作。3、右左折は30メートル手前、進行しながら進路を変えるときは約3秒前、徐行、停止、交代はその行為をしようとしたときが合図時期。4、左や右の手合図は行きたい方向に腕を向けると覚える。5、軽音機は警笛鳴らせ、警笛区間の標識がある場所では必ず鳴らす。他にも危険を避けるためやむを得ない場合は鳴らしてもよい。では最後に練習問題です。第1問。進路変更をしようとするときは、まず合図をして、次にハンドルを操作し、最後に安全を確認する。進路変更の手順は、ミラーによる安全確認、合図、再確認、ハンドル操作です。技能検定もこれで採点をしているので、手順を間違えないように気をつけましょう。第2問。この手合図は右側の方向指示器を操作したのと同じである。右に腕を向けているので、設問の通り右の合図となります。第3問。警笛区間の標識のある区間以外でも、見通しの悪い交差点では軽音機を鳴らさなければならない。警笛区間の標識がある見通しの悪い交差点は軽音機を鳴らさなければなりませんが、警笛区間の標識がなければ軽音機を鳴らしてはいけません。徐行などで周囲の交通に注意して通行します。では今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは現役の教習所教官による免許試験対策の動画を配信しています。今回の動画が良ければ評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。マルコ教官ブログというブログもやっています。ブログでは免許に関わる情報と生活改善情報を発信していますので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。
Twitter もやっています。YouTube やブログの更新情報、日々思ったことをつぶやいています。どちらも概要欄に記載してありますので、よければフォローお願いします。それではご視聴ありがとうございました。